もかず時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー118新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のキット武者ガンセイバーを作ります。1993年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から。定価500円のキット。過去に発売された SD コマンド戦機 G アームズガンセイバーゼータの基本パーツ流用で新規パーツが追加された構成。パーツの封入は2袋です。パーツは3色の成形で武者キットですがメッキパーツはなし。スプリングとポリキャップとシールが付属。武器として人翼の槍、鳳凰の弓が新規の武者対応で付いています。説明書は縦使い。コミックワールドはパート112。この時期に定番だったランナーロックでのはめ込みは過去のパーツ流用キットのためできません。なかなか希少なコマンドワールドからの登場武者です。各パーツを組み立てていきます。目の表情シールを2枚先に貼り付けます。ピンセットを使って丁寧に。表情をスコープモードに変えることができるギミックはガンセイバーゼータの時と同様です。今回はパーツカットは説明書に沿ってすべて薄刃ニッパーでカットをして準備していきました。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。接着剤はミスターホビーのこれか流し込みではないタミヤセメントの方かどちらかを状況によって使い分けています。細かなパーツも多く左右で微妙に違う形状のものも多いので前後を間違えずパーツカットをした上で組み立てには30分程度かかりました。頭部、胴体を作ります。武者ガンセイバーは凄まじい雷とともに突如先人の谷に現れます。ガンセイバーゼータはゴーテンが転送してくれた鎧によって武者ガンセイバーとなります。落雷による負傷を手当てしてくれた烈火ガンダムたちに恩返しを誓い行動を共にし始めます。プライドが高く卑怯なことを嫌う性格。プラモデルの変形ギミックでもある飛行形態は烈空の鎧を装着した烈空ガンダムにも匹敵する飛行能力。必殺技天空撃を会得します。真偽体のパワーバランスでは真と偽に長けます。バックパックとなるウィング、ミサイルポッド、銃の順番で作っていきます。パーツ流用ですが色やパーツの組み替えにより外見は別物な雰囲気を醸し出します。バックパックが大きいため自立が困難なのと飛行形態も自立できないという難点がありますが赤が入ったガンセイバーのボディはなかなかかっこいいです。ガンダムマーク3がガイデンワールドのリンクを担いこちらはコマンドワールドのリンクを担った存在でこのクロスオーバーが伝説の大将軍編の特徴であり見ものです。付属のコミックではここでガンダムマーク3が登場。説明書ではクリスタルフェニックスそして白金の盾を持っていたガンダムマーク3がクリスタルフェニックスによる超変身でマーク3大将軍の話が記載されていました。クリスタルフェニックスはゴーテンに典型を授け三列人の鎧を与えたという謎に満ちた存在で真の武者に舞い降りるとされていました。進化以前のキットはナンバー70の SD コマンド戦機第3弾のキットとして登場した G アームズのガンセイバーゼータ。空戦部隊のリーダー。この戦国伝のストーリー上も珍しく異世界から来たという設定でそのまま登場してきました。ちなみに初期の BB 戦士ではこのガンセイバーゼータのほかコマンドガンダム、キャプテンガンダム、そしてナンバー 84V コマンドガンダムが発売されました。新 SD 戦国伝伝説の大将軍編は武者ガンダムシリーズの第5作です。1993年から
1994年に展開されました。地上最強編の主人公らが引き続き登場し、SD ガンダム外伝や SD コマンド戦記とのクロスオーバーも見られるのも特徴です。その SD 戦国伝の新シリーズとなった地上最強編の登場キャラクターキットを振り返っていくと、ナンバー97で白竜ガンダム、ナンバー98が青竜ガンダム、99に赤竜ガンダムが登場。赤竜の軽装形態はレッドウォーリアでした。100番台に突入した BB 戦士。途中100番台突入を記念した金メッキ造形での超戦士ガンダム野郎からのスピンオフで登場した千成大将軍のキット発売もありました。ナンバー101で武者 F91 が登場。その後のストーリーの主人公になります。102が武者ヘビーガンダム、103が武者フルアーマーガンダム、3体ずつで物語、章を構成するという流れでした。ナンバー104でアシュラガンダムが登場。105にニオーガンダム、そしてナンバー106が不知火ガンダムです。ガンダム大皇帝を経て伝説の大将軍編に入っていきます。脚部を組み立てます。新 SD 戦国伝伝説の大将軍編はストーリーはなかなか見応えがあります。ガンダム白竜大帝のキットでもって赤竜ガンダムが黄竜、青竜ガンダムが蒼竜に進化。武者ヘビーガンダムは雷神ガンダムと、武者フルアーマーガンダムは風神ガンダムと名を変えます。ガンダムアシュラ王のキットを持ってニオーガンダムがアスカ、不知火ガンダムも小波ガンダムと進化します。これまでに烈光、烈空、烈波の3列陣、ガンダム白竜大帝、ガンダムアシュラ王を制作してきました。今後もまた改めてこのシリーズのキットを制作していく予定です。腕部を組み立てます。こちらは重心、ライフル、バズーカの類がとにかく多様なキット。新 SD 戦国伝と銘打たれたシリーズはこの後7人の超将軍編、超機動大将軍編へと連なっていきます。それ以後の冠は超 SD 戦国伝となります。今回は目だけシールを貼り付けた素組み、赤、白、青のみの成形カラーパーツで、金銀はシールでフォローされていたので塗装面積、箇所は多そうですが、ペイントされていくと一気に武者感が出てくるものと思われます。各パーツを組み立て、武者ガンセイバーを完成します。飛行形態への変形が可能です。フロントビューからリアビューがこちら。付属武器を並べました。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー118新 SD 戦国伝伝説の大将軍編より武者ガンセイバー構成パーツを組み本体を素組みで完成。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。